はい、いつもの僕の愛車、初代 WITZ-RS TLD ターボ。これね、もう20年以上乗ってるんですけど、なんかね、やたら匂うんですよ。オイルが焼ける匂いとはまたちょっと違うね。こう、なんて言うんですか。オイルなんですけど、なんか、ブローバイってやつですね。ブローバイの匂いがするんですよ、すごく。以前からですね、プラン交換するとき、インタークーラー外すじゃないですか。気になってたことがあるんですよ。これ外してってみますね。吸気系をいじくるんで、エアブローしておきましょう。気をつけてね。フィンを潰さないように気をつけてね。はい、取りました。で、問題ほら見て。これ。見えます？この中に溜まってる。このオイル。ネットなんですよ。ちょっと逆さにするの怖いな。よいしょ、垂れたらやだな。結構ね、ベタベタなんですよ、中。ほら。ほら。垂れてるんですよ。ほら見て、この中もベトベトなんですよ。こっちも。こっちも。ほら、ベトベト。これ気になりますよね。このホース、このホース。このホース、このホース。これ。これがシリンダーヘッドからインテークエアフローメーター。これエアフローメーターね。このエアフローメーターの後ろ側に刺さってるんですよ。こっからどうも油が回っていくんですよね。気になりますよね。インタークーラーを洗浄してしまいましょうよ。こんな感じです。ちょっとやります？よっしゃ、ちょっとエアで。ということで、なんとかしていきます。ベタベタだったんで、なんとかしていきます。そこで、なんでこんな風になってしまっているってことを考察してみるとですね、エンジン内部っていうのはですね、皆さんご存知の通り、もうね、ピストンは毎分何千回と往復してですね、クランクシャフトももうブンブン回って、燃焼ガスはシューシュー漏れてて、もうね、猛烈な嵐の中なんですわ。んで、その猛烈な嵐の中で発生した圧力をブローバイガスって言うんですが、このブローバイガス、大昔はそのまま大気に解放してたんですが、近年はエミッションの関係で全て回収して再燃焼させてるんですね。で、この時、ブローバイガスはエンジンの吸気マニーホールドに接続されたパイプを通ってエンジン内に送られているんですが、ご存知の通りエンジンっていうのは、ここのスロットルバルブで吸気量を調整してエンジンの回転数をコントロールしてるわけじゃないですか。ということはですよ、このスロットルバルブより後ろでこんな勝手に空気が入ってきちゃう通路があると、アイドリングはバーって勝手に上がっちゃうし、エンジンブレーキは機関士であんまいいことないんですよね。で、そこで登場するのがここについている PCV バルブ。インマニにこのまま刺さってます。ちなみにこれが拡大図です。この PCV バルブの役割をさらっと説明しますと、エンジンの負荷、ここのいわゆるバキューム圧ですね。に応じて、ここの中のバルブが移動して流れる空気の量、ブローバイガスですね、の流れる量を制限して、エンジン回転の勝手な上昇を防ぎながら、クランクケース内圧力を上手に逃がしているバルブなんですね。で、この PCV バルブ、アイドリングやエンジンブレーキの時には、バキューム圧でぐーっとこっちに吸い出されていて、狭い隙間からしかブローバイガスが通過できなくなって、流れる量が制限されているわけなんですが、もともとアイドリングとかエンジンブレーキの時とかって、シリンダーの吹き抜けとかもあんまりない状態なんで、かなり絞っていても何にも問題がないんですね。で、代わって中負荷の時、あと NA エンジンの全開の時もそうなんですが、スロットルバルブが開いてて、吸気管圧力、いわゆるバキューム圧が弱まっている状態。この時は PCV バルブの内部もバキューム圧の減少やクランクケース内の圧力の上昇などによって、バルブを引っ張っていた力が弱まって、発生したクランクケース内圧がブローバイガスとともに
こちら側にスムーズに流れて燃焼室に送られていっている状態になります。一方、ここからが問題になります。ターボ車の下級が始まった時ですね。ここからは一転、吸気管内は静圧に切り替わってブースト圧がかかり始めます。そしてこのブースト圧がクランクケース内にかからないように PCV バルブはスプリングの力と相まって逆側に押し込まれて空気の流れをストップさせます。そうなると行き場を失ったクランクケース内の圧力とブローバイガスはこちら側の通路。本来ならエアクリーナーを通った綺麗な空気でクランクケース内を換気するための通路を逆流してエアフロメーターのすぐ後ろ、ターボチャージャーのインテークパイプ部分に吹き出します。折しもエンジンはフルブーストで最大出力に近い状態です。その時に発生する強いクランクケース圧力とものすごいオイルミストを含んだブローバイガスがエンジン内で最もクリーンでなければいけないところに吹き出すわけです。まあね、それでもね、所詮はエンジン燃焼時に発生した不完全燃焼のガスなので、そこまで大げさにすることはないですが、先ほどインタークーラーの汚れを見ていただいたように、ベッドベッドの液体が吸気管全体に回り込んでいってしまうんですね。ここにある狭いアイドリング通路なんかにも、もう、ベッタベッタベッタベタと。そこで今回用意したのがこれです。はい、用意したのがこれ。付属品山盛りついてますけど、汎用の、中華の汎用のオイルキャッチタンク。これを使って今回はブローバイガスの中のオイルミスト成分を分離してみたいと思います。配管の概要はこんな感じ。PCV バルブがついてない方のベンチレーションパイプに割り込ませます。ちなみにこのオイルキャッチタンクに付属しているこのクリーナーみたいなやつ、キャッチタンクのめくら蓋のところにねじ込んで排気開放するためのものですが、これをつけて排気開放にした場合、車検がどうこうの前にエアフロメーターがついている L ジェトロの車の場合、こんなところから二次空気を吸ってしまったら燃焼が狂ってエンジン不調の原因になりかねませんよ。注意してくださいね。こんな感じ。よいしょ。これもうね、みんな結構紹介してるんで、もう今更僕がどうこう言うこともないでしょう。なんかバリとかゴミがひどいって話なんで、ちょっと、本当だ。本当だ。気をつけないと。本当だ。気をつけないとこの切り子が入ってますわ。掃除しときます。はい、バリ取ってきました。結構バリありましたね。なんかこれ、あからさまに、ちょっとなんとなくあからさまに怪しいんでやめます。このシールテープじゃないようにしますね。ゴムのオーリングとシールテープを併用するイメージでしたが、オーリングの逃げ溝がないようなので、シールテープだけでいきます。まあ厚めに巻いとけば大丈夫でしょう。これがいいっすね。シールテープだけで十分っすよ。いいでしょう。おい、ねじ込みました。あとはね、これをどこに取り付けるかですよね。どこにもスペースないんだよな。こっからなんで近いとこがいいんで、こういうほんとうんと近いところがいいんだけど、意外にないですよね、入れるとこが。これね、ここにねこうつけてくださいっていうようなね、これ多分ねマスターシリンダーストッパーとかつけてる人はここ使ってると思うんですけど、ここだよね。スペースがパッと空いてるし、ここだよね。でもちょっとホースが遠くなっちゃうんですよね。まあここか。ここにじゃあつけます。どうしようかな。ブラケットがいるよね。こう別につけらんないもんね。ブラケットがいりますよね。なんか適当に作りましょう。こんなアルミのかけらが、アルミの板のかけらが車庫に転がってたんで、なんかちょっと折り曲げたりして作っちゃいます。こういうとこに使うんでしょ。よっ、わ。なるほど。
そうね、アルミの板って簡単に曲がるけどね。そう、こんなの使ってね、アルミの板って結構こう曲がるんですよ。曲げますね。よいしょ。はい、はい、このくらいの角度がいいのかな。このくらいの角度で整えて、はい、それでね、今仮合わせしたりして色々やって作ってきました。こんな感じで作りました。もうブラケットついちゃってますけど、こんな感じで作りました。オッケー、こんな感じ。まあまあいいでしょう。で、それでホースね、どこ通しますかね。これモノタロウで買いましたスプリングホース 15mm です。ほい。ほんでホースバンドはこれ使います。純正風これ使います。よいしょ。差し込んでおきましょう。そして下げますよと。隙間というかですね、位置関係が悪くて力が入りません。なのでクリーナーボックス周りをこっそり外してスペースを確保します。さて、急がば周りですな。クリーナーボックスケースみんな外しました。これだったら入るでしょう。これが痛いや。めっちゃ硬いですわ。いや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 。ほんと急がば周りですよね。いいね、この辺がいいよ。ギリしてるところでこう配線してくるんでしょ。こう配管してくるんでしょ、ね、こう配管してきて、こう持ってきて、こうね、ここできて、ここ、これが通常の空気はこう来るんだけども、止めたいのはこっち側からのオイルミストなんで、こういう向きですね。じゃあ、あとこの辺。ちょっといつもはこんなとこまで手出さないんで、せっかくバラしたんだから掃除しておきます。やっぱこうやってね、手入れることによって異常がわかるんですよね。さてと。押すわ。はい、じゃああとインタークーラーを戻していけば完成かな。場所的にここがね結構クリアなさが厳しいのかな。わりかしさて、あとはインタークーラーのカバーをつければ完成です。休日の DIY としてはちょうどいいですね。ちょうどいい感じです。なんか達成感がありますよ。まあでもこの車で YouTube やっててもあれなんですよね。もう乗ってる人がいないから。ねえ、寂しいな。誰かオーナーさん連絡ください。コメントで教えてください。まだ乗ってます。そしたら動画制作の励みになるんですけどね。さて、じゃああと取り付け忘れとか締め忘れがないかどうかチェックしましょう。掃除をしながら手垢がね、手垢が
はい、とりあえず完成です。はい、本日の DIY は吸気系全般、ターボ車特有の吸気系全般を汚しちゃうブローバイガスの逆流、このターボ車特有の PCV バルブが閉まった後に逆流するブローバイのオイルをセパレートするためのオイルキャッチタンクをつけてみました。効果のほどはまた後ほどレポートします。それではまた。